いくつもの店、いくつもの気持ち。これから紹介するのは、この横丁で生まれた5つの小さな物語。ここはガタピシ横丁。語りきれなかった思いだけが静かに置き去りになっている、そんな不思議な通りだ。その日わしはかすかに木の板を叩くような音に足を止めた。今日は紙芝居屋の話をしよう。横丁の端に古びた荷車をそのまま紙芝居台にした屋台があった。色あせた赤い幕、ひしゃげた木枠。子供の姿はどこにもないのに、色あせた赤い幕だけは風もないはずの空気にわずかに揺れていた。わしはそっと近づいた。その瞬間、閉じていた木枠の扉が音もなくわずかに開いた。まるでわしを招くように。覗き込むと、紙芝居は途中で止まったまま置き去りになっていた。次の一枚だけが風もないはずの空気にそっと揺れていた。表紙には大きく「続く」の文字。けれどどれだけ探してもその続きはどこにも見当たらなかった。誰が読んでいたのか、どんな結末だったのか、すべてが途中のまま眠っていた。めくれかけた紙をそっと持ち上げる。そこには笑いながら走っている誰か。遠くへ向かって手を伸ばす誰か。それでもどこか迷いの影を残した誰か。そのシルエットが昔のわしが見ていた景色にふっと重なった。紙は黄ばんで指先を触れただけでふわりと揺れるほど弱っていた。それでも手の中の物語だけはまだ息をしていた。その時だった。ふっと風が通り抜けた。木箱の奥から誰もめくらなかったはずの紙がひらりと一枚だけ顔を出した。描かれていたのは誰かを待ち続ける後ろ姿。わしの胸の奥がじんわりと痛んだ。これはきっといつか置き去りにしてしまったわし自身の物語だったのかもしれない。やがて紙芝居は一人でにゆっくりと閉じた。中の絵は見えなくなってしまった。ふと視界が揺らいだような気がした。気がつけば木箱は跡形もなく消えていた。ただ胸の奥に一冊分の余白だけが静かに残っていた。あの一枚が頭から離れなかった。そして気づいたんだ。終わらなかった物語ほど一番心に残り続ける。ここはガタピシ横丁。歩くたびに積もった時間が静かにほどけてゆく、そんな不思議な通りだ。その日わしはどこか昔を思い出す匂いにふと足を止めた。今日は靴屋の話をしよう。靴屋の店先に目をやると、看板にはところどころ剥げた文字で「くたり屋」とだけ書かれていた。扉の隙間からは温かい明かりがゆらりと揺れている。ゆっくり戸を押すと古びたベルがチリンと小さく鳴いた。店内には誰もいなかった。棚にはくたびれた革の品々が静かに並んでいた。ひび割れたつま先、ほどけた靴紐、どれも長い道を歩いてきた後のように見えた。
ふと、カウンターの張り紙が目に入った。直したい靴があればどうぞ。その文字はどこか震えているように優しかった。わしは一番くたびれた靴をそっと手に取った。その瞬間、靴底の奥からかすかな音が溢れ出した。乾いた砂利道を歩く音。雨に濡れた歩道。遠くの笑い声。一人で歩いた夜の足音。どれももう戻れない道ばかりだった。靴が思い出しているのか、わしが思い出しているのか、わからなかった。やがて音はふっと消えた。靴は軽くなり、まるで、もう大丈夫じゃ、と言っているみたいに静かになった。わしが靴を棚に戻したとき、さっきの張り紙の文字が変わっていた。軽きすぎた靴は、ここで一休み。わしも、いつの間にか長い道を歩いてきたようだ。靴は知っている。自分がどれだけ前に進んできたかを。ここは、ガタピシ横丁。歩くたびに胸のどこかがそっときしむ。そんな不思議な通りだ。その日わしは、かすかな埃と木の匂いに、ふと足を止めた。今日は、荒物屋の話をしよう。昔ながらの木造の店構え。軒先には、広の抜けたほうきやちりとりが風に合わせて小さく揺れている。まるで、使う人を待っている、みたいに。古びた格子戸の隙間から、埃っぽいぬくもりがふわりと漏れていた。店の中は、薄暗いのにどこか暖かかった。棚には、長く使われたほうき。すすでくすんだやかん。重たげな鉄のちりとり。草木のすり減ったたわし。どれも、誰かの日々を静かに支えてきたものばかりだった。その静けさの奥で、胸のどこかがざわりと揺れ、気づけばわしは奥の棚へ近づいていた。わしは棚の隅にひっそりと置かれていた小さな木箱にそっと手を伸ばした。蓋を開けると、中には何もなかった。けれど、その空っぽを見た刹那、胸の奥がチクリとした。声でも光でもない。ただ、言葉にならない気配のようなものが箱の中に残っていた。そっと蓋を閉じて棚に戻すと、胸のざわつきはすっと消えていった。気持ちを落ち着かせるように、店内へそっと視線を流した。止まっていたような時間が、そっと動き出した気配があった。ふと視線を戻すと、棚の奥の影が、さっきより薄くなっていた。光の向きは変わっていないのに、そこだけ静かに、軽くなった気がした。あの箱は空っぽなんかじゃなかった。棚の奥に隠したのは物じゃない。向き合えなかった自分の方だった。
ここはガタピシ横丁。消えたはずの光がふと胸の奥を照らす、そんな不思議な通りだ。その日わしは静かな店先に呼ばれるように足を止めた。今日は電気店の話をしよう。電気店の店先には古いテレビ、ラジオ、洗濯機、扇風機、大きな電気製品が静かに積まれていた。どれも電源は抜かれ、暗がりで眠っているようだった。わしはそっと戸を開けた。薄暗い店内には棚いっぱいに古い家電が並んでいた。ふと視線の奥で一つのブラウン管テレビだけが細い白い線をかすかに灯していた。わしが画面に触れた瞬間、白い線がふっとほどけ、淡い光が画面いっぱいに広がった。ほんの一瞬だけ、雨の日ポツンと灯る玄関灯。そんな映像が浮かび上がった。暖かいのに、どこか泣きたくなるような光だった。映像はすぐに消え、画面は真っ黒になった。そこに映り込んだのは、わしの頬を伝う涙だった。次の瞬間、画面はまた一本に白い線に戻っていた。わしはその細い光をしばらく見つめていた。暗闇の中でも完全に消えてしまうわけじゃない。ささやかな光なのに、なぜかとても強く見えた。あの光はわしの中にもずっと伸びていた。泣いた夜があったからこそ、今を照らす光になれる。ここはガタピシ横丁。迷いも寂しさもそっと溶けていく、そんな不思議な通りだ。その日わしは古いのれんの揺れる一つの店の前で足を止めた。今日は町中華の話をしよう。色の落ちたのれんに夕焼け飯店の文字。曇ったガラス。風に揺れる営業中の札。けれど、店内を覗いても店主の姿は見えなかった。木のテーブル、古びた丸椅子。奥の厨房から湯気だけが静かに揺らめいている。カチカチと壁時計の音だけがやけに大きく響いていた。わしは席に座ったが、店主は姿を見せなかった。机には色あせたメニュー表。ところどころ食べ物のシミ。ふと目に留まったのは端に書かれた小さな赤い文字。本日の気まぐれ。何が出るのかも、誰が作るのかもわからない。けれど、不思議と心はざわついた。いつの間にか、湯気の立つラーメンが目の前に置かれていた。誰が置いたのか、その気配すらなかった。湯気の向こうで、スープが金色の光みたいにかすかに揺れた。その瞬間、遠い記憶がふっと蘇った。忙しさに負けて向き合えなかった誰か。言いたくても言えなかったありがとう。遅れて気づいた優しさの温かさ。それらが
一口のスープに溶けていった。わしはふっと後ろを振り返った。奥の厨房。誰かが通ったかのように、のれんがわずかに揺れた気がした。食べ終えたはずの丼が、気づけば、跡形もなく消えていた。代わりに、テーブルの上には、またおいで、と書かれた小さな紙切れだけが残っていた。わしはその紙切れに、そっと頭を下げて、店を後にした。わしは、その温かさが、昔のどこかから静かに届いていたことに気づいた。誰かの優しさは、遅れて届く時がある。だけど、ありがとうはもう届かない。